everyone! 皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日は、共同親権が、日本でもしかしたら導入されるかもしれないということで、その、法案のが、なんか叩き台ですかが、なんか出来上がったけど、問題点もあるみたいなことをコメントで皆さんがお知らせしてくださったので、共同親権はしっかり入ってほしいんですが、でも、やっぱり強制力とか、あと裁判所の機能がしっかりしないと、おかしな形で入ってしまったら意味がないので、あの、その点についてお話ししたいと思います。で、アメリカはもう共同親権、特にカリフォルニアとかは、ずっともうあるので、そういう成功例っていうか、もうしっかり出来上がってるところをもう真似して、やるのが一番早いし、そうするべきなんじゃないかなって思うんですけど、なので今日はその、裁判所、特に裁判所の話をしたいんですね。で、裁判所の機能、そのコメントでいろんな方が、日本の裁判所、裁判官が全く機能してないということを、お知らせしてくれて、私もおそらく機能してないんじゃないかなっていう、そういう判決を、月に1回しか合わせないとか、合わせないみたいなことをしてるのは裁判所だと思うので、全く機能してない、やり方が分かってないんじゃないかなって思うんですね。で、その、子供の気持ち、子供の意見をものすごく尊重しないといけないんです。当たり前なんですが。もちろん父親、母親のスケジュールも尊重。だけど子供の意見を何よりも尊重するっていうのがアメリカのやり方で、で、例えばその裁判で親権の時、争ってる時っていうのは、お父さんとかお母さんがプレッシャーかけて裁判官に手紙書かしたりする人がいるんですね。なんか、裁判官へ、私はお母さんと住みたいんです。お父さんと住みたいんです。みたいな感じで、で、それを提出証拠として出したりする方がいるんですけど、アメリカの裁判所っていうのは、裁判官っていうのは、そういう、子供からの手紙とか一切、考慮しないんですね。なぜかっていうと、やっぱり親がプレッシャーかけて、書かされてることが多いので、そこが証明できないので。なので、どうやって子供の気持ちをしっかり汲み取るかっていうと、子供に、国選弁護人を大体つけるんですね。で、その弁護士っていうのはもうお父さんもお母さんもいないところで、そのしっかりとその弁護士っていう第三者が子供と話をして気持ちを汲み取って、で、それで弁護士が法廷で代弁するみたいな。で、それをしっかりと裁判官も聞いて、両者のお父さんお母さんの意見を聞いて、トータル的にスケジュールを考えたりっていうことが行われています。で、あと、もちろん年齢によっては自分自身で裁判に行って、立って話すってこともできるんですが、その年齢は本当に裁判官とかによってまちまちだと思います。私がこちらで出会った中で一番若かったのが、10歳の時に女性なんですけど、自分で裁判所に行って、裁判官に伝えて、こういうふうにしてほしいってことで、その通りになったっていうふうな女性に出会ったことがあります。でもやっぱりお子さんは、その裁判所っていう法廷っていうそういうプレッシャーを、トラウマとかになったりする可能性もあるし、かなり子供をそういう環境に入れたいかっていう問題もあるので、基本的には弁護士が、ちゃんと聞いて、その気持ちを代弁するっていうのが、ベストなので、日本もそうなったらいいなと思います。あとですね、アメリカとか他の世界はできるだけ両親っていうかお子さんと親の関係を引き裂かないようにっていう感じで、できるだけ動くんですが、ちょっと一時的に問題抱えてて、子供の養育が難しいっていう方、例えば、麻薬中毒の方であったり、アル中であったり、リハビリ施設行って出てきても、抜き打ち検査を、しっかり何回もやるんですね。でそれが、例えば何ヶ月間にかけて、何回のテストがクリアだったら、OK とか、その裁判官の力量で、それを判断して、そこから、じゃあどういうふうに合わせるかっていうのを考えていきます。なので、そのアメリカのファミリーコートの裁判官っていうのは、すごくそのトレーニングも受けてるし、どれぐらいの年齢のお子さんが、どれぐらいの日数でとか関係を見て、こういうのが一般的だっていう、データが頭に入ってるじゃないですけど、そのマニュアルがしっかり頭に入ってるんですね。なので、日本の裁判官っていうのは誰一人そういうの分かってないと思うんですね。そもそもそういうのが入ってないし、今ある単独親権の面会もしっかり行われてない、スケジューリングする能力がない人たちが裁判官になってると思いますので、その導入にあたって形だけ導入するんじゃなくて、しっかりと、その海外の、こういうスケジュールっていうのはもう、いろんな心理学者とかいろんなのを精査した上で、いろいろ微妙にチェンジしていったりして、これがベストっていうので、裁判所が出してますんで、そういうのをしっかり見て、それをそのまま導入日本がスムーズにしてもらいたいと思います。なので、今日は、その裁判所が出してる、これくらいの年齢だったらこれくらいを推奨しますみたいな、あるんですね。それを実際にお見せしたいと思います。はい。それではですね、見ていきたいと思います。これが、ロサンゼルスの、裁判所のホームページになります。でここのタブでセルフヘルプっていうのが、自分で
やる人用の、助けるページになるので、はい、ご自身で、いろいろやるときに、こういうふうにやってくださいっていうアドバイスが全部載ってるページになります。はい。で、自分たちでやろうとして、無理だったら、弁護士の力借りるなり、裁判して、揉めた場合はってなるんですけど、なので、ここにいろいろ載ってて、で、例えば、ここがですね、creating a parent plan。で、これが、両親の養育のスケジュールを作るときに、こういうのを参考にしてくださいっていうので、開くと、do's and don'ts っていうの、やるべきこととやってはいけないこととか、いろんな細かいどういうことを考えてやったらいいかっていうアドバイスがまずここに載ってます。はい。で、次がですね、この下、3歳以下のお子さんがいる場合は、これ。で、ここに具体的に細かく年齢別にいろいろ書いてあるんですね。例えば、age 13 months through age 18 months。13ヶ月から18ヶ月のお子さんがいる場合、スケジュールするにあたって、こういうことを気をつけてくださいっていうのが、まず3 non-consecutive days each week for 3 to 4 hours each day。なので、3日間、週に3日なんだけど、non-consecutive っていうのは連続しない週3日。なので、連続しない、3日間、1週間での3日間で、1日、3時間から4時間。はい。で、one weekend day for up to 8 hours。で、週末は、8時間まで。最高でも8時間まで。で、overnight if appropriate。なので、お泊まりは、適切な場合はっていうので、子供が慣れてる場合は、泊まってもいいっていうふうに書いてあります。で、19ヶ月から36ヶ月の場合は、one weekend day for 10 hours。なので、1週間、週末に、1日10時間まで。one midweek day for 3 hours。で、週の真ん中で3時間。で、お泊まりは、適切な場合はっていう感じで書いてあります。そうで、ここには例えば birth through 6 months。生まれてから6ヶ月の赤ちゃんの場合はこういうのが適切ですとか、7ヶ月から12ヶ月だったらこうですってね、全部細かく書いてくれてるんですね。はい。例えば、その赤ちゃんが一人の親にすごく慣れちゃってて、もう片方の親の人見知りがある場合はこうするべきとか、そういうのも、細かく書いてます。で、ここを見ると、なので今のが、これ3歳までですね。で、これが、次が3歳から5歳まで。で、次が6歳から9歳まで。で、次が、10歳から13歳まで。で、次が14歳から18歳までっていうのの、あるので、このドキュメント。なので、その自分の該当するのを開けてもらって、作っていくってことですね。で、例えば、ホリデー and vacation。なので、ホリデーとか祝日とかバケーションの時はどうすればいいかっていうのも参考に書いてあります。こういうふうにしてくださいっていう。ここに祝日が書いてあるので、例えば、holiday、New Year's Eve、新年ですね。新年は、例えば12月31日大晦日の、6時から、1月1日の夕方6時まで。で、例えば even years。偶数の年数はお父さんで、奇数がママにしましょうとか。で、子供の誕生日は学校が終わってから夜の、8時まで。偶数の年度はママ。奇数の年度はパパ。で、4th of July、アメリカ独立記念日すごい派手にやるんで、で、あとサンクスギビング、ハヌカとか、あとは、Christmas Eve と Christmas Day はどうやってやるかとか。そうですね。で、これ以外にも、例えば父の日は、お父さんと過ごすように、母の日はママと過ごすようにとか、いろいろ細かいことを、ガイドラインとして書いてくれてます。なので、もちろん裁判官もこれをもとにいろいろ、スケジュールをやってくれます。裁判した場合ね。で、あともう一個、オレンジカウンティっていう裁判所、オレンジカウンティっていうエリアがあって、これは、セガ、日本で言ったらセガとか、オフィスを置いてるところなんですけど、そこはもうこういう一冊の、ウェブ上でクリックすると一冊の冊子になってて、PDF の Parenting Plan Guidelines、ガイドラインですってことで書いてあって、ここにも細かく、すごい年齢別に赤ちゃんから3歳の場合、3歳から5歳の場合ってこういうふうに全部書いてくれて、ホリデーの場合はこうしてくださいとか、学校の、お休みの間のスケジュールはこうしてくださいとか、全部細かく書いてます。はい。なので、例えばこれが Children Accessible。ここが、まず、15ヶ月から、24ヶ月。なので、15ヶ月から2歳までの赤ちゃんの場合、で、Children
a child attached to both parents. なので、両親に慣れてる子の場合は、こういうふうに、こういうやり方がありますっていうスケジュールの、例と、あと、こっちは、片方の親にすごい慣れてて、もう片方の親に人見知り。なので、すごい、赤ちゃんがちっちゃい子に分かれちゃって、まだお母さんにすごく懐いてて、お父さんがそんなにっていう場合で分かれちゃった場合のスケジュールはどうやったらいいかっていうと、それだったらこっちの場合やってくださいっていう感じで、はい、徐々に慣らしていくみたいな感じで、いろんな、こういうふうにやるのがベストですっていうのが、すごく具体的に書いてくれてるので、ここの裁判所は、ホリデー別にオプションを見つけてるんですね。A、B、C って。なので、自分たちが好きなオプション、ABC のどれかを選んでスケジュールしてくださいっていうことで書いてあります。はい。なので、裁判官もこのガイドラインのもとに判決下してますし、日本の裁判官の方々もこれを参考にしていただいて、平等で公正な、そして、子供のことを一番に思った判決を下してもらいたいと思います。で、これ、概要欄に入れておきます。はい。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今裁判中の方とかいらっしゃると思うんですけれども、皆さんからのコメントで前回の論文の時もそうなんですが、有益な情報ありがとうございますって裁判に使えますみたいな、ことをおっしゃってくれて、私もすごく嬉しいですし、日本の裁判官の方々が今まで判例主義とか全くその根拠のない理由でいろんな適当に判決を下してたと思うんですけど、しっかりとこういう論文であったり、みんな世界の人たちが研究して、優秀な方々が研究してくださって、何が一番子供にとっていいのかっていうのを、情報を出してるので、そのアメリカの裁判所が出してることとか、そういうのを元に、そういうのを受け入れる柔軟性を持って、正しい判決、子供にとって一番いい判決をしてほしいと思います。で、皆さんもこれでちょっとでも、希望が叶ったら嬉しいなっていう願いを込めて送っております。では、今回も見てくださってありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye!